今回はですね、ウッドゥンシティというメーカーさん、これね、ポーランドのメーカーなんですけども、そこが出してる、3D パズルですね。シナベニアですかね。そういうものでできた木製のキットなんですけども、これが結構安く手に入ったんで、作ってみようかなと思っております。まずですね、このパッケージ、なかなかね、面白い作りになってまして、外装がですね、実はキットの板そのものをですね、さらに横に木枠をはめてですね、で、箱の中に入れてるという形で、そのキットの箱がもうすべて中身のキットみたいな、そういう作りになってました。で、このキットですね、名前がですね、ウッドシティの 4x4 となってます。ここにね、書いてます。4x4。ジープとは書かれてないですよね。どう見てもジープですよね。でも 4x4 ということで、四輪駆動という意味なんですけれども、ジープっていう名前がですね、どこにも出てきません。でも構造とか形はもうジープそのものですよね。版権の関係でジープって使えなかったんじゃないかなとか思うんですけれども、なかなかね凝った作りになってます。見た目はねちょっとなんか子供のおもちゃみたいでチープなんですけど、実はですねこれ中身がですね、かなりすごい状態になってます。で、このキットですね、上級者向けの一応キットになってまして、子供さんにはちょっと厳しいんじゃないかなと思います。一応対象年齢がですね14歳はダメって書いてたんで15歳以上ですよねが対象になってますね。中学生ぐらいならなんとか、高校生ぐらいがいいかなぐらいのキットになってますね。割となかなか複雑な構造になってて、細かい部品もねあるので、あんまり小学生の子供さんとかにはおすすめはできないキットになってます。で、これが一応取扱説明書なんですけれども、文字がですねないです。全部ですね、こういう写真っていうかな、図面とですね、でどこへ何をどうくっつけろみたいな矢印とかね、そういう表現で書かれてます。これがですね結構なボリュームです。このキットはですね、そのクラフトボードがですね10枚、ここに書いてますね、10ペン中国語でねで、パーツが506個ありますね。結構細かいパーツがたくさんあるんですけども、それをもう順番に組み立てるっていうことで、何をどこにっていうのはもうこういう絵柄で全部説明されてます。それとこういう記号ですね、いろいろ入っています。で、最初の方にちょっと簡単な説明があるんですけども、残念ながら日本語では書かれてませんので、翻訳なんかしてもらって読んでもらえばと思うんですけど、何も書いてません、特に。で、ここに一応出てくる、記号が全部説明があります。これはびっくりマークは、方向とか、形を、気をつけてくださいっていう意味でのところですね。結構ね、同じような部品でも向きがちょっと違ったりとか、角度が違ったりしますので、そういうところにこれが入ってますね。あと、メーター、メジャーですね。きちっと測ってますかみたいなところと。きちっと圧着してくださいよとか、ここは分離してくださいよとか。これはね、予備品になります。ですんで、いくつかね、予備品は入ってます。で、これは逆に言ったら予備品とか基本使わないですね。あと重要なのはこれワックス。歯車がね、たくさん出てきます。ですんで、歯車の動きをスムーズにするのに、ワックス。中身はね、ろうそくです。で、こういうのがね、ついてます。キットのね、板以外にね、
でここに、一応その、輪ゴムとか、楊枝棒みたいなやつ、それとこの木の棒ですね、こういうのが入ってますね。で、今言ったワックスはこれですね。これどう見てもろうそくですよね。ろうそくを芯を抜いただけのもの。だからろうそくでいいです。手持ちのね。そういうのをきちっとやる。それとバリはしっかり取りましょうみたいな。そういうふうな、簡単な説明っていうかな、注意書きになってますね。で、ここには一応長さしてですね、こういうね、ああいう部品というか、工具がね、一応ついてます。これが、ナンバリング A ですね。一番最初に使う板なんですけれども、でここにこういう工具が入ってます。で、これを取り外して、で、これで、長さを測ったりとかですね。これカットの距離ですね。これを詰めたりとかしますよっていうことですね。こういう形。で、ここに部品を押し出すような突起もついてる。これでこう、押さえて押し出しながら部品を外してくださいということだと思います。それとか、これをギュッとこう入れるときですね。そういうときこういう穴、ちょっと掘り込みがあるんですけども、こういう穴を使いやすいですよということですね。ギュッと押したりする。そういうぐらいの説明ですね。で、あと、今言ったラバー関係ですね。ラバー関係は、輪ゴムですね。このエンジンはラバーエンジンです。ゼンマイではなくて、このゴムの張力で動かす形になります。ゴムなんでね、いずれ劣化はすると思うんですけども、一応予備品がついてますということです。なんかネット見てるとですね、モージャーの方はですね、これをモーターライズに改造されている方もいましたね。おそらくちょっと改造すればですね、ラジコン化もできるんじゃないかなと思います。あとこういう紙やすりなんかも入ってますね。それとこのひご材で、ちょっとね、太めのひご材が、長さが違うものが入ってます。それがこれですよ、いうことですね。この辺はちょっと現物を合わせながらですね、間違わない形にすれば、使えばいいかなと思いますね。こんな形ですね。で、このね、説明書の見方として、こういう板、これ今の板ですよね。今僕も外しちゃいましたけれども、ここに色塗ってるやつ。これをまず使ってくださいということ。これ1ページ1ページにそれがあります。だから最初は、これをここから外しなさいっていうことの指定だったのでね。で、外しましたということで、じゃあ次の8ページに行きましょうということで、ここからが実際の組み立てになりますね。はい。で、これも A の板ですよね。それと、ここに色塗ってますんで、この部品を使いますよということです。で、ざっと先にこれ何を作ろうかっていう話なんですけども、ここではですね、エンジンのピストンを作ってますね。で、これがね、一応ピストンになります。で、それを4つ作りますね。で、4つ作って、これが、クランクシャフトになって、でくっつけるとこんな感じ。ピストンの形になります。これ、現物はこれですね。この板に、これがね、ピストンのヘッドですね。エンジンのヘッドになりますね。で、直立の4気筒のエンジンですね。これ回ります。カシャ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 動くんですよね。この辺かなり凝ってますね。別に動く必要ないですけども、ギミック的に動くよってところが、一つ売りになってるんだと思うんですよね。で、きちっと歯車もあるということですね。で、最終的に組み上がるとエンジンが作れます。ここはあと、ドライブ、シャフトから、駆動で回ってカチャ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 動きますよっていうところになってます。で、こんな形で色塗ってる部品をこのページでは使えますということなんで、非常にわかりやすいです。簡単ですよね。この通りにすれば、部品を間違うことはまずないですね。ただこういう注意事項ですね。きちっと圧着するよとかね。ここ、方向。これね、実際の現物、裏表なんですよね。
裏表ある。ちょっと若干違いますよね。ここのイメージ。で、ここのイメージ。ここに線が入ってたりしますよね。そういうところ、裏表気をつけなさいよということだと思います。で、まあ、こういうベースに、まあ、フレームに、まあ、エンジンを乗っけて、みたいな形で、どんどん作っていくという形ですね。これがですね、ずーっと続きまして、結構長いんですよね。で、まあ、500いくつ部品ありますからね。で、まあ、こういう部品、細かな部品を作りながら、まあ、組み立てていくんで、もうちょっと実際は多いんかなと思いますね。で、最終的にはここで164ページあります。結構なボリュームですね。まあ、だから、割とまあまあ時間かかると思いますね。一応ね、年齢指定的には15歳以上推奨になってますね。あんまり細かい部品も多いんでね、小さいお子さんにはちょっと向かないキットだと思いますね。それと、結構込み入ってます。でこのね、車のこだわりはとにかく動くんですよ。プラモデルっていうのは、いろいろありますけども、ジープのプラモデルってね、僕も作ったことありますけれども、まあ、基本側だけですよね、プラモデルはね。ですんで、形はまあリアルなんですけども、でも中身のミッションとか、歯車とか、そういうのは動かないですよね。これは動くんですよね、全部。で、実際のゼンマイというか、がこのシートの下に入ってます。これ結構ね、込み入ったところに、これ実はこのシート2段式になっててですね、ここに歯車というかね、それが入って、で、後ろのこれがネジ回しになってて、ラバーを巻き上げると、その力で回転して、で、ドライブシャフトが動いて、で、さらに、それが後輪と前輪に、動力が伝わって、で、エンジンにも伝わります。で、エンジンも回しながら、エンジンのファンも回って、で、そのタイヤが、曲がると。なんですけども、これ一応4x4 なんですけども、これ一応ね、クッションもついてるんですよね。それと、このハンドルと前輪が連動されてて、ハンドル切ると前輪が曲がるというギミックも入ってます。ですんで、この連結がですね、もうユニバーサルジョイントだらけですね。でさらにここにミッションがついてますんで、前進後進の切り替えもコックピットの、シフトのところでね、ここにあるんですけども、ここを切り替えることによって、前進後進を切り替えることができると。まあ、かなり凝ったメカニックになってます。だからこのキットはですね、まあ、形というよりは、その中身のミッションとか、歯車、ドライブシャフトにユニバーサルジョイントといったような動きっていうかな、それを作るところの面白みっていうキットになってるんじゃないかなと思います。で結構部品数も多いんで時間かかると思うんですけども、実は悩んでるのはですね、色どうするかっていう話ですね。今までピンボールとかですね、蒸気機関車、あれはトラクターですけども、を作ってきましたけど、あれみんな全部色塗っちゃったんですけども、これね、ちょっとそのデザイン的にはチープなんですけども、でも作りはすごいんですよね。で、下手に色々塗っちゃうと面白みがなくなっちゃうかなと。これ木である素材が面白みのもう一番のとこなんで、今回のキットはもうできるだけ彩色しない方がいいんじゃないかなと思ってます。で、でもそれだけだったら面白くないんで、ちょっとだけね、色差しを入れてみようかなとは思ってるんですけども、どこにどう色を塗るんかっていうことで迷ってまして、実はまだ全然作ってないんですよね。もう2週間ぐらい悩ってます。そういう、ところで悩んでるんですけども、でも、いつまでもってわけにいかない。できるだけ最小限の、彩色で作っていきたいなと思ってます。ちょっとせっかくなんで1ページ目、ちょっとだけ作ってみようかなと思います。ですね、ここですね。今、ここ外しましたという状態ですね。で、あとは、
ここ、色を塗ってるところはですね、この辺ですね。それとここ。で、これとここですね。さっき言ったピストンを作りましょうってとこなんで、これちょっとですね、部品を一つだけちょっと簡単に外してみたいと思いますね。これね、結構硬いです。で、これね、コツがありますね。うまくやると外れます。それと、1個だけね、結構硬いです。それと、これか。外れがなかなか硬い。バリの問題かな。前に作ったロクワーの部品のやつはもうちょっとね、簡単に外れましたね。で、こいつね、厚みがあるんですよね、木に。で、それも原因だと思うんですよ。このキットですね、実は重いです。これね、4ミリあるんですよね、厚みが。そんな関係もあって、切り抜きがちょっときついのかなと思います。これ1個だけ取りましたけど、4つ作らんといけないですね、こういうの。で、こう見るとですね、これが一応ピストンのところです。これでピストンになるんだと思うんですけど、ここにバディがありますよね。これを、こういう紙やすりできちっと、取らないとダメだった。で、これを、これで言うと刺すんですけども、ここにもね、バディがあるんですよね。多分これを取らないと入らないと思うんです。で、ここのコーションマークなんですけども、これをね、よく見るとね、ここに細い線が入ってるんですよね。見えるかな？ちょっとピントが合わないかもわかんないけども、このところの線に合わせて、こう入れないといけない。それもこれ縦ですよね。縦が横だからこうですね。この方向。こんな感じで組み上げると。これ入らないですよ、今。こう削らないと多分入らないと思うんで、また後できっちりやろうと思うんですけども、これ2つ入れないといけない。で、最終、これが時空系のところですね。で、ここにはめると。で、これで、ここにこいつをはめて、止めるという形で、この部品が1個出来上がると。これ4つ作りましょうと。で、4つ作ったら、ドライブシャフトに、クランクシャフトですか。ここにはめていって、最終止めていくと。結構手間でかかりますね。ここで、でもどう色塗るのって言われたときに、これね、難しいですよね。これ下手に銀色とか塗っちゃうと、きっとめっちゃつまんないものになっちゃいますよね。もうこれ塗らない方がいいかもわかんないですよね。別に慌てて作る必要はないんで、いろいろ悩みながらですね、じっくり時間かけて、工作をまた楽しんでいきたいと思ってます。とりあえず今日は、こういうキット買いましたよというのと、キットのご紹介ですね。なかなかこれポーランド産のキットって特徴がありますよね。ネットで調べるとですね、意外と小さな会社でした。よくこんなんで世界中にキット売ってるなっていうような、家内製手工業みたいなそういう手作りっぽい会社でしたけども、日本ではね、なかなかこのキット手に入らないと思います。で、ヨーロッパの方ではですね、よく売ってるんですけれども、だいたいね、100ドルぐらいかな。100ドルぐらいかな。です。だから日本円でしたら15,000円かぐらいのキットだと思うんですけども、今回はこれ非常に安かったですね。なんかのサンプルだったんかもわかんないですけども、たまたまネットで見つけて買っちゃったんですけども、じっくり時間かけて作っていきたいと思います。また完成したらですね、ご報告したいと思ってるんですけども、ちょっとお時間かかるかもわかんないですね。はい。
この動画がですね、面白かったらまたいいねと、それと、チャンネル登録もまたよろしくお願いします。次回、報告できるように頑張って作りますので、よろしくお願いします。それじゃあ、またね。バイバイ。ですね、エンジンがだいたい作れました。これですね、すごく硬かったです。型から抜くのも硬かったですけども、この部品を組み立てるときね、こういうところの小さい部品、これもなかなかね、はまらないんですよ。カチカチです。ロクアのキット組み立てた経験からして、これはね、異常ですね。こういうところがもうね、ぎゅーっと入れないといけないんですけど、割れそうな感じで、本当に硬い。でもね、その分、ものすごいソリッド感がありますね。で、これはね、実はね、彩色ちょっとやってみました。もともとはこういう白い感じの板なんですけども、このカットしたね、断面はレーザーで焼けてるこんな色だったんで、それにほぼ近い色でですね、ちょっとこういうとこ塗ってみました。これの方がなんか木のね、質感が出てる感じがして、趣があるかなと。派手なことないかなと。銀色とかね、ガンメタに塗っちゃうとね、プラモデルじゃないですけど、つまんない感じになるんですけど、これだとなんか落ち着いた感じの、木でできてるなって感じがしますね。当初はね、これ全然ね、なんか硬くて回らないのかなと思ったんだけど、結構ね、全部組み上げると軽いんですよ。こんな感じで回ります。軽々で動きますよね。だから結構、精度はいいんですよね。でも、組み立てはね、ほんと指が痛くなるほど硬いです。で、気をつけないとやっぱり割れちゃいますんで、この辺なんかね、ちょっと抜くときに引っかかって割れたんですけど、今直してますけどね。ちょっとね、ロクアのキットとは違いますね。ソリッド感がすごくあって、ちょっと重量感があって、趣がありますね。こんな感じでちょっと色はね、あと黒ぐらいかなと思うんですけども、ブラウンと黒ぐらいでシックにですね、ちょっと、色差ししていこうかなと思ってます。とりあえずエンジンできました。はい、ですね、まず1枚目の A の板、一応全部組み立てが終わりました。ちょっとね、この辺色塗っちゃってます。なんかね、ちょっとこういうものこの一番これフレームの下なんですけども、ちょっと色あった方がね、立体的にいいんじゃないかなと思って色塗りました。で、このエンジンがね、ここにくっついてる状態ですね。で、次ね、B の板、2枚目の板に行くんですけども、はい。もうですね、実はもうあらかじめ色を塗っちゃいました。ざーっとね、こんな感じで。この B の板は、この辺のやつの全部、組み立てに使うもんなんで、やっぱりこっちも色あった方がいいんじゃないかなと思って、ここはもう全部先に色塗っちゃってます。こうしておくとね、早いですね、作業がね。あと、細かいムラとかね、そんなんまた後で修正したらいいんだと思うので、これで、これから B の板
2枚目の板を作っていきたいと思います。はい、以上です。はい、ですね、今だいたいこんな感じにできてます。かなりね、歯車もちょっと入ってきましたね。でですね、これ今42ページ、43ページの、歯車を作るところなんですけども、この設計図ですね、ちょっといくつか間違いがあります。例えばここに、20って書いてますけども、これは実はですね、15の誤りで、この15はね、シールでなんか貼ってるんですよね。でもここの20は訂正してなくって、15の20のまんまになってますね。ここの、42ページは15ミリの、ランナーを使うべきだということだと思います。で、この辺もね、3ミリ ×8 って書いてるんですけども、これ3ミリは2ミリの間違いですね。さらにですね、こっち側のページ、これは、43ページなんですけども、部品的には46を作るんですけども、これもですね、この24は多分正しいんだとは思うんですけれども、この辺ですね、これ3ミリ ×8 とかいう風に残ってますし、でここではですね、12×8 っていうような、もう全くむちゃくちゃな数字が出てますね。かなりちょっと設計図の精度が、あんまりよろしくないですね。あんまりチェックでしっかりできてないんかなと思いますね。それとですね、この、加工の穴なんですけども、ここにちょっと、小さな穴があるんです。これ一応目印になってるんですけども、これがちょっと微妙なところに開いてまして、これをめがけて合わせようとすると、裏表があってですね、それ間違うとちゃんとはまらない。そういうようなこともあります。それと何よりですね、これね、型抜くのがめちゃくちゃ硬いです。で、6話の場合は、こういうランナーのとこね、あるんですけども、そういうランナーのとこは確かにあるんですけども、半分まではレーザーで削ってて、ほんのちょっとだけくっついてるという風な、かなり精巧な加工をしてるんですけども、これはですね、4ミリの厚みのそのまんま、薄いランナー部分が残ってるみたいな感じで、めちゃくちゃ硬くってですね、外れないですね。ですんで、無理やりやると歯車が欠けたりしますんで、ちょっとね、加工精度も微妙な感じしますね。で、この組み立ての時もですね、全然入らなかったです。もう割れる寸前で、加工したような感じがあるんで、これはね、かなり上級者でないと突破できないんじゃないかなと思いますね。指痛くなります。本当に指の先っぽがね。それだけきっちりした加工なのかもわかんないですけども、ただ、組み立てる前提で考えると、やっぱりもう少し、配慮がいると思いますね。組み立てる過程でもですね、この歯車、かなり入れるのが難しいところがあります。出したり入れたりせなあかんとこがあるんで、結構ね、組み立てるのも難しいというか、結構無理やりな感じしますね。そういう意味でちょっとね、全体的な精度は6話のようなレベルまでまだ達してないんかなという気がしますね。でもそういう荒削りなところありますけれども、今のところはなんとか組み立てられてます。ただちょっとね、歯車が硬いんですよね。かなりちょっと後で加工して削らないと、摩擦抵抗が大きいような気がしますね。一応回ることは回ってますけども、ちょっとその辺が厳しいかなというような感じはしますね。一応今のところはそんな感じです。
ちょっといろいろに注意しながら、この設計図あんまり鵜呑みにしないで注意しながら、前後の設計で組み立て説明書をよく確認して進めないと、うまく組み上がらないんじゃないかなというふうに思います。それとね、そもそもこういう 3D の、パズルの場合は接着剤不要ってなってますよね。ですから、基本はですね、可逆性の組み立てができないと意味がないと思うんですよ。可逆性っていうのは、要は、もし組み付けて、間違ってたらもう一回戻せるっていうことですよね。それがあるから、ある程度安心してね、初心者の方でも、間違ったらもう一回外して付けてればいいんだっていうことで、組み立てしやすいんですけども、このキットは不可逆です。ここら辺の軸とか、こういう部分ね、一回はめるともう二度と取れません。もう切っちゃうか折って、もう一回自分で部品作って入れるしかないと。ワンチャンスですね。そういう意味で、ここのフレームを入れるときもですね、途中で全然入らなくなって引っかかってね。でもう折っちゃおうかなというぐらいまで思いましたんで、相当よくよくですね、組み立てる前にですね、注意して調整するところは調整した上でですね、で、できれば、このローをですね、差し込むところとかは、ある程度ロー塗っちゃっててもいいんで、ろうそくのローを塗っとけばですね、まだ微調整ができます。それが入ってなかったら、ギューッと押し込んだあとですね、もう二度と動かなくなっちゃうと。これカチカチになりますんで、不可逆の工作だと。ボンドは使わないというかね、形になってますけども、やり直しが効かないと。そういう風な、ところも多々あるので、その点もかなり注意して組み立てないと、失敗しちゃうんじゃないかなと思いますので、かなり前後ですね、見ながら組み立てていくというやり方が必要じゃないかなと思います。じゃあ続きまたやります。はい。ですね、今回は44ページ、45ページっていうところから入りました。で、ここもね、なんかよくわからない数字が入ってまして、5ミリ ×11 ミリなんて表現があるんですけども、5ミリなんて比語はないんで、ここも2ミリですよね。で、そういうところも間違ってるんですけども、この辺のね、組み立てがですね、まさにパズルですね。3D パズルなんで、あれなんですけど、よくよく見ないとですね、こんがらがっちゃうような、構造になってます。なぜこういう構造にしたのかなっていうのが、よくわかんないですけども、結構この辺ですね、難しいですね。この辺もですね、不可逆な、工作がありますので、十分よく気をつけてですね、もう一回組み付けると失敗すると抜けない、この辺の部品なんか抜けなくなっちゃいますので、気をつけてください。で、あとは46ページ。ここもですね、このところ、これ間違いですね。ここじゃなくて、こっち側の穴ですね。点線の位置がずれてますね。これ45でしょ。で、45と46は奥なんですよね。だからここの穴は46の穴のはずなんで、この線は間違い。こっちに来ないとダメですね。この辺も間違ってます。で、ここら辺は、あれなんですけど、この辺もね、不可逆です。一回入れちゃうと抜くのは相当至難の技ですね。ズル的なやり方としては、ちょっとね、削っとくんですよね。で、さらにちょっとろうそくをちょっと塗っとくとですね、万が一間違ってるとか、微調整し直したかった場合ですね、ろうを塗っとくとですね、なんとなく、
抜ける感じですね。かなり厳しいですけども。まあそういうやり方で、クリアしないといけないと。まあ、この辺もですね、これね、軸にローだけじゃなくって、ここら辺は面としてこの、歯車とこの押さえるフレームがくっつく場所なんで、もう全面的にですね、ローを塗っといた方がいいですね。後でね、塗ることはできません。二度と、組み付けると塗れませんので、もうこれでもかというぐらいに塗っといた方が安全ですね。そんな感じですね。で、ここの48ページですね。48ページ。まあ、こんな形になるんです。これはね、実はミッションのとこですね。前進と、まあ、後進の切り替えするところなんですけど、かなりね、複雑な構造になってます。それと、まあ、この歯車。ここもね、間違いだらけですね。3って書いてますけど、これ全部2ミリの間違いですね。それから、これね、8ミリって書いてるけども、よくわかんない。長さが8ミリなのか、8ミリパイなのかっていうのもよくわかんないですね。これは一応8ミリの、長さで、2ミリの棒の8ミリです。だから普通だったらこういう書き方するんです。3×15 とか、まあ本当はこれ間違ってて 2×15 が正しいんですけども、これは8だけしか書いてないと。この辺ね、ガタガタですね。まあ、大体でも想像はできるんで、まあ、全体見ながらですね、組み立てていきました。で、一応、フレームの上にですね、今作ったミッションとかですね、歯車を乗せるという形で、ですね、だいたいこんな形になりましたね。今ね。結構ね、歯車してますね。なんかからくりっぽくっていい感じですね。で、ちょっとこの色をね、歯車にはわざと塗ってるんで、なかなかいい質感で、出てるんじゃないかなと思いますね。ただ色塗るとね、やっぱ表面が硬くなっちゃりするんで、で、今、私使ってるのは、この水性ニスってやつですね。これ、前の工作の時でも、ピンボールとかでも使ったんですけど、これ確かセリアかなんかで買って、水性ニスってなってますけども、ツヤツヤ感全くない、単なる絵の具です。水性の絵の具です。でもね、色合いがまあまあいい感じなんで、ちょっと明るい感じの色になるんで、これちょうど、使ってます。で、それをちょっとこう水でね、薄めて、サラサラな感じにして、あんまりべったり塗っちゃうと、やっぱり地の色が、全部、木目がね、なくなっちゃうと、全く面白くないので、薄め、できるだけ薄めですね。で、それで、塗って、まあ、こんな感じの色合いにしてます。これね、かなり複雑な構造ですね。おそらく、これがこう、これがね、レバーですね。前進、後進のレバーになるはずなんです。で、これが、こう動くんですね。こう動くことによって、この歯車とここの歯車、こっちに移る。で、こっちに移るとき。これで前進、後進をおそらくするはずです。結構ね、ギミック的には面白いですね。で、あとこれがストッパーですね。で、これ外すとカラカラっと動き出すという多分構造だと思います。で、もうこの後この上にもう一枚、フレームを乗せますんで、もう乗せるとここはもう触れなくなっちゃう。だから多分それを乗せちゃって、あと周りを組んでいくともう二度とそこまで戻れなくなるんで、できるだけここでしっかりたっぷりろうそくですね。これを、こういう面にもね、ちょっと塗っといた方が、滑りが良くなるんじゃないかなと思います。まあ、初めてなんでね、想像で言ってるんですけど、でも、
後でね、濡れない。できるだけ、対策をしといた方がいいと思いますね。はい。ということで、今はここまでです。また続きを、作っていきたいと思います。それでは。はい。ここまでだいたいできましたね。一応ですね、ミッションもこれで組み込んでいます。はい。これがね、バックと、全身の切り替えなんですけども、これね、ちょっときつきつですね。もう多分動かないぐらいの硬さがあります。これでね、バック。でこれで全身ということになるんですよね。はい。で、このね、歯車がですね、もうすでに、やばいです。ちょっとね、動かないですね。スムーズには。相当硬いです。これ今全身モードですけども、この硬さを、輪ゴムで動かすのはちょっと無理じゃないかなと。引っかかりますね。これバックですね。これもかなり硬いですね。で、ここに、これね、これが動力用のドラムになりますね。で、ここに入って、ちょうどここに、こんな感じ。で、これがね、ラバー。で、これワンウェイベアリングがこんな感じで入ってまして、で、ここに入りますね。こんな感じ。このカチ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 。で、これ実際これ止めとくと、これがずっと巻けるという状態になると思います。でもね、こっからの力で、どう見ても動くような気配がないですね。かなりきついです。でさらにですね、まだですよ。まだ全然ミッション、このミッションからですね、前輪後輪へのつなぎが全くない状態ですね。この状態でこんだけ硬いとですね、多分動かないんじゃないかなと。いろいろね、調整はしてるんですけども、もう正直調整しようがないレベルですね。ちょっとあまりの抵抗が大きすぎるような気はします。まあ、もうちょっとですね、作ってみて、一応、動くかどうかテストしてみようと。多分ね、動かないですね、このままね。ってなると、もう一度全部分解して、削り直すというような作業になるかと思うんですけども、もう不可逆のですね、部分もあるかなと思うんで、調整が非常に難しい。このキットはちょっとね、精度が正直良くないですね。でもこのソリッド感とかね、この歯車感は、これ面白いですよね。もうギッチギチですよ、もうこの層の間は。もう歯車ばっかりです。この辺がね、なんか面白みとしては確かにありますね。ちゃんとピストン動いてるの見えますよね。こんな感じ。この歯車も動いてます。この動きね、なんかこっち側からするとね、動くんだけども、
実際はこっち側の大きな歯車から、小さい歯車を動かそうとするから、当然抵抗がありますよね。小さい歯車から動かすより大きな歯車が動かすのが抵抗があるんで、かなり抵抗でなると思いますね。この辺ね、直行歯車になってるんですよね。こことここが。こういうちょっとね、無理やり感があるところが、そもそも難しいですね。この辺なんかもちょっと複雑すぎる感じですね。こんな感じはします。でこれが一応ステアリングで、ここがね、動くことによって最終的に前輪の方にステアリングの動きを伝えるみたいなんですけども、これだけしか動かないです。ちょっとどうなるのかね。あとこれアクセルかブレーキかクラッチかよくわかんないですけども、これね一応可動式になってます。妙なところにギミックなかなかこだわってますね。現状ここまでということで、もうちょっと進めて、動かなかったらですね、もう一度再調整ということで、もう全部ばらしてやり直すしかないかもわかんないですね。今のところここまでです。だいたいですね、半分ぐらいまで来ましたね。今、93ページですね。で、できた状態がこんな感じですね、今ね。ちょっとね、カメラがね、近くて見えづらいんですけども、こうですね、ちょっとリアのシートがつきましたね。それと前の方、こんな感じ。裏こんな感じですね。これね、やっぱりね、ここの歯車、ゴムだけで本当に回るんかなと。こう引いてもね、動かないですよね、全然ね。どうなんだろう。もうちょっとこう、しっかり巻いたら動くのかなって気はするんですけども、ちょっとね、かなり硬いですね。このリアのこの辺を動かすとですね、なんとなく動くんですけども、これもかなり硬いですね。この部分はね、一回全部分解し直して、もう一回組み直したんだけども、全然変わらなかったですね。だからもっと違うところでもすごく抵抗がかかるというか、そもそもね、無理があるという気はしますね。こんだけギッチギチですからね。しかもこの辺なんか直行の歯車になってますよね。縦と横とね。こんな直行が間に入ってるんで、すんごい抵抗があると思いますね。なので、かなり、硬い。重いですね、動きがね。あとはこれがリアのですね。ここで、ゴムを巻くと。これ巻くとこう回すとこっち側の歯車。でこれも直行ですね。ここで直行、ここが直行されて、この歯車、ゴムバンドのとこ。これが回るという具合になってるみたいですね。とりあえず行けるとこまで行って、ダメならもう全部戻って作り直すという感じじゃないかなと思ってきましたんで、やれるとこまでずっとやっていきます。はい。ようやくね、後ろのパネルがつきましたね。これで合体したんですけども、
ここね、10個以上のこう入れないといけないところなんですけども、これが硬くてね、全然入りませんでした。何度も削ってですね、調整して、さらには叩き込んで、やっと入りましたね。もうね、多分二度と外れないですね。ですから、このゴムね、予備のゴムありますけども、もう入れ替えは不可能です。このキットね、あんまりにもちょっとね、精度が悪いのかいいのかよくわかんないですけども、これじゃあですね、普通はちょっと組み立たんと思いますね。で、一応ですね、これで、このゴムをですね、巻けるようになったので、ちょっとテストしてみますね。これでね、爪がここ止めてる状態で、巻けます。ゴムをね、今ね、巻いていってますけども、これくらいじゃ巻けないですね。で、これを、これをこっちにやるとドライブっていうことになるんで、いきますよ。以上。一瞬ですよね。ちょっと思ってたんと挙動が違うんですよね。いきますよ。これでいきますよ。こんな感じ。これバックに入れて、止めないといけない。止めて、で、いきますよ。こんな感じ。多分ね、実際タイヤとか、つくと、重さとか完成力があるんで、走るんじゃないかなと思うんだけども、このままだと一瞬で回りますね。でも回ってよかったですよね。もう全く動かないのかと思ったら、全部組み付けたら、おそらく多分合成が上がって歪んでるったところがですね、きちっとはまって、歯車同士の当たりが良くなって動くようになったんだと思うんですね。さっきまで全く動きませんでしたからね。このパネルをはめたら、動くようになりました。でももうこのね、不可逆のこの工作は、ちょっとね、やばいですね。これはね、ボンドが使うとか使えないとか、そんなレベルの問題じゃなくて、二度と変更ができない。この工作はね、怖いです。ちょっと中の部品ね、付け忘れたりすると、もう二度と戻せないですね。もう最悪はもう切って外して、いくしかないと思いますね。ちょっと気をつけて、組んでいかないといけないなと思います。じゃあ続きですね。裏面の方作っていきたいと思います。はい。ですね、リア周りに合わせて、今度はフロント周りですね。一応、大体のフロント周りの形がはまりました。なんとなくね、Jeep らしくなってきた。いや、
4x4 ですけど。まあ、ものすごくですね、これ、ソリッド感ありますね。硬いっていうのもあるんだけども、重い。めちゃくちゃ今までロクアみたいなキットで作ったやつに比べて、重量感というか、ソリッド感というか、すんごくあります。重いですね。かなりやっぱり高級感は出てきますね。プラモデルとはやっぱり全然ちょっと違う世界観ですよね。これはね、これで確かに面白い。ただね、リア周りは、全然はまらなかった。カチカチで。めちゃくちゃタイトな設計というか、あんまり街をですね、考慮していないというか、もう無理やり叩き込むみたいな、そういうくらいのキツキツの設計だったんですけども、前ですね、フロント、これで今組んでる状態なんだけども、ほら、この棒はね、最後にこう刺して、本来はギュッとこう押し込んだ状態で、ここがガチッとはまるもんだと思うんですけども、もうスルスル。このなんか甘さっていうのが、なんかね、リアと全く違いますね、設計思想というか。なんでこんだけちょっと精度がまた違うのかなと思うけど、これちょっとやっぱり隙間がありますね。これなんかこうグラグラですよね。後ろの方はもうね、ガチガチで入らなかったですよ、このシートなんかも。でも前はね、グラグラなんですよね。で、そのままだったらこのヘッドライトね、ポロッと落ちたんで、これ実はちょっと中に、ほんの少量ですけども、一滴つくかつかないぐらい、ボンドちょっと入れてます。外れるボンドですね。抜こうと思ったらスッと抜けるんですけども、それで今仮に止めてるような状態です。そうしないとコロッと落ちちゃいます、このヘッドライトね。そういうくらいちょっとこの辺の作りは甘々ですね。多分この辺はもう飾りというか、もうこの動き物、歯車だとかね、そういうものとはちょっと関係ない、尾ひれみたいなところなんで、きっちり作る必要がないということで逆に緩くなってるかもわかんないですけども、このボディの部分とかリアの部分のガチガチ感と比べたらもう全く真逆な状態ですね。今この状態でも、一応ちゃんと動くと思います。動くったってね、一瞬なんですけど、こんな感じ。ちょっとカチャカチャってやってましたよね。でもこれ飛び出てる。これはね、ちょっとなんぼなんでもうちょっとここ、精度というか、もうちょっとタイトな設計でスッと入ると。なんか全体的にそういう意味でこのグラフラ感もそうですけど、全体的になんかこうちょっと精度のバランスが統一感がないような気がする。もうちょっと煮詰めてくれたら、ほんの0.0 何ミリかもわかんないですけども、そういうくらいのレーザーのカットですね、の制御がもうちょっと煮詰める必要あるんじゃないかなと思う。このキットはね。非常に面白いと思うんですよ。面白いと思うんですけども、ちょっと精度がばらつきがあるような、そんな感じしますね。ちょっと色合いですね、色塗ったとこと塗ってないところ、こういうくらいのちょっとトーンでやっていったらどうかなとは思ってます。全部ね、白木だったらね、なんかこう立体感が全然ないですけど、これくらいちょっと色が入ってるとですね、立体感があるような気がしますね。こんな感じ。フロント周りも全くまだ色は塗ってないんですけども、できたらちょっとどっか色差しして、もう少し立体感を出していきたいな、というふうに思ってます。以上、今のところここまで来ましたね。じゃあ続きまた作っていきます。
はい、ですね、今回で、ほぼほぼ上物はですね、完成しましたね。フロントのね、このハッチ、これも一応つきましたね。これね、これでこうカチャッとこうやると爪が外れて、これでパンと開くと。なかなか凝ってますよね。で、エンジンがちょっと見えるとね、そういう形。まあ、このままでもつけてエンジンは見えてますけどね。まあ、このデザインなんでしょうね。まあ、フロントのこのエンジンのグリルのところね。まあ、ここもちょっとファンがね、見えるという風な形になる。ちょっとね、ライトの、目がね、ちっちゃいみたいな感じしますね。バランス的にね。もうちょっと大きくていいんかなと。っていうかもうこれはこのままで穴開いたまま状態なんで、まあちょっとなんかもうちょっと加工あってもいいかなと思うんですけども、あとね、この前のフロントガラス、これも一応こう折りたたみはできますね。この辺のギミックは、まあ、想定内という形ですね。あと、ハンドルもつきましたね。で一応これで、これをこう、まあ、これだけしか曲がらないですけど、これで、ここに、出てますね。これが、まあ、ラジコンのラダーみたいな感じになります。これで、前輪が、まあ、左右に動くという風な機構になるようです。まあ、ここまで来るとね、なんとなくこう、締まった感じになりましたね。この辺はこう、スケルトンにね、適度に穴が開いてて、中の歯車ですね。まあ、そういうのがちょっと見えると。で、ちょっと色ですね、茶色とか塗ってるんで、結構ね、立体的に中身が見えたりしますね。この歯車がね。この感じは面白いかなと思うんですよね。まあ、狙った感じになりましたね。こんな感じでね。ここも一応ね、これも穴開いた状態がもう完成状態ですね。歯車が見えると。まあ、メンテナンスはね、できるかちょっと、実際はこれでメンテナンスはできるようなもんではないですね。やろうと思うと、おそらく割れるほど、分解していかないと、歯車を調整したりとか、あるいはこのラバーですね。これね、一応予備品はついてますが、もう二度と変えられないですよね、これね。このシートをね、外せば、多分この、とこが抜けるんかなと思ったら、これ実はね、これ裏で噛んでるんですよね。ですんで、これも外して、これを外すと、まあ、いけるかもわかんないですけど、ガチガチで、これ横も入ってますからね、こう簡単には絶対抜けないです。この板もね。だから、分解はほぼほぼ不可能です。なので、ラバーの取り替えっていうのは、ちょっと難しいですね。無理ではないと思いますけども、リビルドぐらいの感じでやらないと難しいですね。まあでも、こういうところはね、なかなかね、いいですよね。なんかね、やっぱりソリッド感なんですよね。これ重みね、すんごい重い、ずっしりきますよね。これはね、プラモデルにはない感覚ですね。で、まあ、ロクハの、モデルもいくつか作りましたけど、あれはね、かなり薄い板なんで、こんな重量感は全くないですね。そういう意味でこれガチガチです。そこはね、ちょっと異質だなと思います。だからここまで来るとね、なかなかいい感じだなと思います。ただね、もう今前のやりました、前のあれでも紹介しましたけども、もう硬いところとグラグラのところと、まあバランスは良くないというか、まあちょっとやっぱり設計精度の、もうちょっとこう煮詰め方が足らないような気がしますね。まあそれをちゃんとやるとですね、もっと作りやすくって、まあ誰でも作れるモデルになるんじゃないかなと思います。
これはね、正直素人さんにはもう全くおすすめはできません。よっぽどやらないと失敗しますね。難しいです。でもなかなかね、モデルとしては面白いですね。はい。で、これからですね、最後のお楽しみですね。これ、タイヤのとこと、それと、ミッションとかギアですね。それと、ここをずっと4輪駆動動くんですけども、ユニバーサルジョイントだらけになるんですけど、その辺のところをこれから作っていくことになります。多分ね、結構調整しながらいかないと動かなかったりするんかなと思うんですけども、これからじっくり最終のところを楽しんでいきたいと思います。今回はここまでということです。はい。次にまた進みます。はい、ようやくですね、リアの、部分、ミッションのところがですね、できました。なかなかね、スムーズにね、回りますね。こんな感じ。でこの前のところがね、ユニバーサルジョイントでね、ぐなぐなですね。なかなかよくできてます。でここは直行のギア、歯車になってましてね。で、こんな感じですね。で、これが一応、ショックのとこなんですけども、この木のね、一応シナリオ若干使って、若干クッションみたいな作用はあるみたいですよね。で、これがですね、ここですね、ここに、こんな感じで入る形になりますね。ここが接続されてね。で、ここでこんな感じでちょっと動くみたいなんですよね。で、ここのユニバーサルジョイントをここに接続するという形で最終的には、止めるということでね。なかなか壮観な感じですね。この歯車感がね、すごくいいですね。もちろんこれちょっとタイヤのとことかね、色は塗ってます。で、この部分ですね。これも全体的に、ちょっと茶色の色に塗ってます。こうすることによって、かなりね、立体感が出ますね。こんな感じですね。はい。あとは、残りのこのフロントの周りですね。ここはまたステアリングとの接続もありますので、こちらをまた作っていきたいと思います。はい、ですね、ようやく前のミッションのとこね、できました。ここね、すごく難しかったです。このユニバーサルジョイントだらけですよね。もう、すごいですよ。なんだかトランスフォーマーみたいなそんな感じですね。歯車も、多段式になってますんでね。結構ね、やっぱりでも重いんですね。もう回らなくはないんですけども。こんなんで走るんかなって気がしますけどね。かなり抵抗が強いような気がしますね。特にね、このね、最後、ここの板ですね。これ、全然はまらないです。説明書ではスッと入れるだけみたいだけど、実際は
そうじゃないですね。これ噛むところ、横から噛ますとこと左右から噛ます、こっち側から噛ますとことあるんで、これ知恵の輪状態でないと入らないですね。ここ入れるのに半時間ほどかかりました。で、最終的にこれで、この棒を入れてこう止めるんですけども、ここはね、なんでこんな複雑にしてるのかなと思うぐらいむちゃくちゃ難しかったですね。なかなかね、説明書見てるだけではね、わからないですね。どっからどう入れればどう入るのかって。いろいろやってるうちに、ようやくなんとかはめ方が分かったんですけども、ここは難しい。この板が一番難しかったですね。あとこのユニバーサルジョイントですね。これね、この輪っかの部分ですね。やっぱりスムーズに動くのに、やっぱりしっかりろうを塗らないとですね、ダメですね。で、こういうその普通のね、ろうそく。これ火つけて、溶かしましてですね。で、こういう棒で、この中にこう塗り込むみたいな形で塗りました。だから、結構ね、たっぷり塗ってます。いらないろうはね、結局粉になって落ちちゃいますから、できるだけたくさん塗っても大丈夫だと思いますね。で、こうやってこう何回も動かしてるうちにだんだん軽くなって、ここら辺もこうね、軽々と動く状態になってますね。でもここはね、やっぱりね、この部分もそうですけども、かなり重いんで、どうしてもこの、硬さが若干ありますね。で、これがもうできたんで、ほぼもうこれでね、完成に近いんですけども、これに、ここですね、こんな感じかな。こんな感じで、前輪がはまると。かなりね、壮観ですね。歯車だらけでね。重量感たっぷりですわ。もう動かなくてもね、なかなか見てるだけでいい感じですね。あと、このステアリングのとこね、これつなぐことによってこう動くらしいんで、できるだけね、調整してから接続をしようということで、まだ全然つないでません。できるだけこう、軽くね、動く状態に持っていかないと、もう全く動かなくなる可能性ってあるんで、できるだけ調整してから最終組み立てたいと思います。以上、今のところはここまでです。もう次で完成になると思いますよ。では。はい、一応ですね、完成しました。いやー、なかなかね、大変でしたね。結構ですね、重量感がありますよね。これね、かなり重量感ありますね。で、特にこの裏面ですね。このね、歯車系がですね、なかなか渋いですね。ギチギチです。本物のね、ジープとちょっとスケール感というかね、構造はね、若干当然違いますけども、これはこれでね、すんごく凝った作りですよね。ラバーエンジンですね。ここに輪ゴムが見えますけども、これの動力で一応動くということにはなってるんですけども、かなり非力です。ちょっとやってみますね。ロックかけます。で、これを巻くと。
で、これを解除すると回ると。こんな感じ。かなりね、重い。もう一回ロックして回しますね。で、もう一回いきます。こんな感じ。よく回った方です、これ。ここで一応ね、前進と、後進ね、切り替え。これも硬い。これで、前進後進の切り替えができるんですけども、どうでしょうか。ロックして回します。で、解除しますね。バックで確かに回転しましたね。こんな感じで、ギアチェンジがここでできるということですね。あとこのハンドルですね。一応これでステアリングがこう動くということになってますけど、あんまり動かないですね。というのもね、この辺ね、ギチギチです。もうミッションになるな。これね、よく見えないですよ。こっち側見たら見える。ここね、ユニバーサルジョイントだらけで、ギチギチ。もうこれだけですごく重いです。こんな感じね。これだけでもね、かなりですよね。こんな感じ。よくね、ここまでギミック考えたなというふうな設計になってますね。で、制作途中でもいろいろお話ししましたけども、このキットですね、精度がいいんか悪いんかよくわからんのですけども、ちょっとね、組み立てが難しい。というか、入らない。入らないし、キツキツだったりとかしますし、でもね、ある一方、グラグラのとこもあったりすると。例えばこのヘッドライトですね。前にもちょっと説明しました。ここら辺がね、グラグラだったりとかします。若干だからこの全体的な精度調整がもうちょっとね、必要な感じはしますね。で、ちょっと動かしてみたいんだけども、これが動くかどうかですね。これで今前進に、こっち引いてね、前進に切り替えました。で、これで一回やってますね。で、あれ違う。こうだ。どうしよう。動きました。距離として、3、40センチですかね。これね、4WD ですよね。4x4 なんですよね。だからこれがね、全部直結されてるんですよ。ちょっとまだ打力で動きますけどね。だから、なんちゅうかな、普通のゼンマイみたいに打力で動かないんですよね。もう、このカラカラっとこう回す力が、そこまでしかないというところで止まります。打力でずっと動かないんで、動く距離は、このゴム動力で、巻き戻る距離しか動きません。その辺はね、もうどうしようもないですね。でもこれはそういう気候を楽しむ、仕組みなんで、走る走らないはね、いいんですよ。とにかく動いたということで、満足するということだと思うんですね。一応ね、見えないです。見えないですけども、ここにエンジンありますね。動くかどうか一回見ましょうね。これをロック1回して、で、もう一回巻きます。で、ここにピストンありますよね。これが動くかどうかってとこですね。動いてますかね。ちょっとしか動かなかった
ですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっと動きます。ガチャ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 っとね。ちょっとね、抵抗が大きいのと、このラバーの引きが弱いというか、そもそも力のバランスが合ってないという感じはしますね。まあでもね、ここはギミックなんですよ。動くというところがいいところですね。まあ、こういう単に出てきたりしますよね。とにかくこの裏がね、これが壮観ですよね。まあ、このモデルは、ちょっとね、色塗ってますんで、かなり、立体感がありますけれども、これ、白木のまま組み立てると、ここまでちょっと面白みがなかったかと思います。ちょっとね、やっぱり色さしたんで、なかなかいい立体感と、まあ、木彫的な色合いですね。今回できたと思います。はい。以上ですね。これね、組み立てるのに大体ね、2週間ぐらいかかりましたね。まあ、ぼちぼちやってですけど。基本的にバディとかね、そういうのは結構あるんで、それきれいに取って、で、まあ一応彩色もやりましたんで、ちょっと時間かかったと。あ、そう。これクッションがね、一応ね、効くんです。まあ木のね、まあ、しなりだけですけども、一応こういうクッションも効きます。まあ、ちょっとそういうので、加工的なとこもやったので、時間かかりましたけども、まあ、その分、まあ、楽しめた感じかなと思います。まあ、見た目的にですね、いい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。まあ、機会があればですね、ぜひ一回作ってみてはどうかなと思います。面白いですよ。はい。以上、ウッドゥンシティのですね、4x4 キットでした。以上です。